毎度お気にユーフェルトです。今日も新型コロナウイルスについての最新ニュースをドイツからお届けしたいと思います。全世界いろいろパニクってますが、多分報道機関もパニクってるようで、ちょっとした何人とかいうのがちょっとニュースによってたまにまばらというか急に更新されて数字が変わったりするので、多少は誤差はありますけど、大体こんなもんです。で、感染者については正しいと思います。なので紹介したいと思います。まず世界では1月末現在で259人の死亡者が新型コロナウイルスによって出てます。感染者は中国全土で、公開されている数字ですけど1万791人が発症している模様です。もちろん絶対に誤差はあると思います。それ以上、それ以下はないと思いますけど、それ以上っていうケースの方が多分確率的に多いと思います。だから最低そんぐらいっていう公式発表はそんぐらいっていう感じです。で、一番大事なドイツのニュースとして、南ドイツのバイエルン州のとある会社の感染した話の最新情報ですけど、全員今現在で7人感染者がいるんですけど、全員症状は悪化せず大丈夫な模様です。容体的に。で、検査をしました。バイエルン州その会社の全従業員128人全員コロナウイルスのテストをして大丈夫でした。その中の、7人が6人プラス子供1人が感染したんですけど、他の従業員は大丈夫でした。で、詳しく言いますと、一番最初の動画にも言ったんですけど、1人中国人の従業員が中国から南ドイツへ、武漢に立ち寄ってから南ドイツに来て、その会社でミーティングをしたんですけど、その女性が感染させたような感じなんですけど、新しい情報としてもう一人中国人がその場にいたらしいです。で、その人も感染していました。なので中国人は2人です。で、その2人の従業員はすでにもう中国本土に帰っているので、ドイツ国内としてはカウントはされていないです。で、前回正直最初5人目の感染者がドイツで出たっていうので話してたんですけど、2月1日現在で最新の情報としては7人が、コロナウイルスに感染しています。で、新しい、その最新情報ですけど、6番目の感染者は木曜日に感染が発覚した5番目の男性の息子です。で、その男性の子供は3人か2人どっちかですけど、3人か2人の子供プラス妻も今検査中ということで、その1人の男児が感染していたということです。少し幼稚園はちょっとパニクってましたけど、感染はその幼稚園で感染したっていうニュースはまだ入ってきてないので、しかもその幼稚園は普通通りに幼稚園に通える状態だということです。で、7人目ですけど、7人目は52歳の男性です。その人は会社と密接な関わりがあったらしいです。で、その人が7人目。その人も容体は別に悪くはない感じです。で、全ての患者は臨床観察のために診察所に残っているらしいです。で、あと今前回のビデオで、空軍が中国に渡って中国に住んでいるドイツ人をドイツに戻すということをしている途中なんですけど、最初はその行き先として中国で経由場所がいるんで、経由国がロシアのモスクワの空港だったらしいです。ただロシアサイドがドイツの空軍を受け入れることを拒否したために、帰国するときに、フィンランドのヘルシンキ空港でパイロット交代をして燃料を補給して今ドイツに向かってて、ドイツ時間の2月1日土曜の午後にフランクフルト空港に到着する予定らしいです。なので多分まだフランクフルトには着いてない模様です。っていうのが一番最新のニュースです。で、ドイツに帰国してきた全員が14日までは15日間、隔離されます。日本みたいに2人が検査受けずに普通に家に帰ってきて、また再検査したいと言って戻ってきてる、そういうよくわからないことはドイツではしません。で、もう一つ、この南ドイツの話の続きなんですけど、今日新たにスペインのカナリア諸島のゴメラ島のスペイン人が感染が発覚しました。この感染源ですけど、南ドイツのその会社の、従業員の一人、感染していた従業員の一人が
スペインに旅行に行ってたらしいです。でその島の現地で4人ぐらいかな、 3,4 人スペイン人と、接触があって、でそのうちの1人が感染が確認され報告されています、スペインで。今から、個人的な話ですけど、アジア人差別について、報道がよくされているアジア人差別について話します。今日は一日中、半日ぐらいショッピングセンターとかいつも通りのスーパーとか行きました。で差別的な目線を感じたかというと別に全くです。ただ、アジア人サイドからすればもうこんだけコロナウイルスのニュースで持ちきりなので、世界中が知らない人はいないです、コロナウイルスの話を。で前回の動画でも言いましたけど、今の職場では最近アジア行ったとか、そういう旦那が日本人ということを知ってるので、そういう質問をしてくる同僚がいたり、全員じゃないですけどね、というのもあります。ということで一部のドイツ人は完全にもうパニック状態です。もうなんかスペイン風邪の再流行みたいなことになるんじゃないのかっていう、完全になんかもう混乱した、ちょっと心配しすぎなドイツ人もいっぱいいます。でも大概のドイツ人はやっぱりインフルエンザの怖さを知っているので、インフルエンザよりは大丈夫だろうと今の時点では思ってます。自分もそうです。でその感染源も今現時点ではやっぱりその南ドイツのその会社の周り、その女性と接触した、でその感染した人が例えば今回のようにスペインに旅行に行って、そこのスペインで観光地で感染をさせたっていうことで、その感染源とその感染した人たちを隔離してちゃんと治療することをドイツが成功させれば、一応今のところは特に感染が広まることはないんじゃないかと自分は今のところ思ってます。ということでまだマスクも買ってませんし、マスクがめちゃくちゃなくなってるっていうニュースは知ってるんですけど、みんなでもそこまで至ってないですという状況です。ということでまた最新ニュースが入り次第できるだけ早く、皆さんにお届けしたいと思ってます。ではまた次回、バイバイ。人には言え